どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのけんです。セクシーなクジラのアイドルクビラのマネージャーさやです。クビラ？なんだと思う？クビラ。クビレ？そう、くびれのあるクジラ。クビラ。結構モンスターじゃないそれ。かわいい。だいぶモンスターだと思う。セクシーだから。セクシーか。セクシー系。クジラ界で。海洋生物類で。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか？怒られる方と怒られない方どっちがいい？なんそのいいニュースと悪いニュースがあるみたいな。どっちがいい？じゃあ怒られる方でいこう。いく？うん、攻めよう。はい。プリズムパワーメイクアップっていうわけで。やめよう。ということで今回こちらです。ポッケ。今割れたかもしれない。割れたね。本当に。そう不用意な大声やめて。はい。ということで今回ポコポケ。我々の今生活を揺るぐ。脅かしてるマジで。目をつぶると階段を置いてたりとかする。する。最近朝起きるときにさ、いつもはよし朝の仕事するかパチッって密着動画もあったと思うんですけど、パチッポコポケするか。っていうなんか感じで目が覚めちゃう。だって目つぶるとドド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 って見えるんだもん。っていうわけで、はい、ポコポケに大いにハマってるわけなんですが、はい、今回やっていく企画はこちら。ポコポケのポケモンのトレーナー妄想。わはー。酒もっとーって。こいつ一番やべえじゃん。これコケコッコーなんと酒もっとーって結構似てるなと思って。似てねえだろ。まあ世間ではいろいろあると思うんですけど、最近タイムラインにポコポケの擬人化が流れすぎている。すごいこといっぱいある。書きたくなるもんだって。あとすんげえ建築ね。そうすげえ。私の建てた最強の街みたいな、最強に可愛い街みたいなのと、めちゃくちゃ擬人化がもう交互にもうサンドイッチのように流れてくるの。最近全然タイムラインにさ、政治のなんか怖い話とか出てこなくなっちゃって、マジでポコポケしか出てこない。平和じゃん。任天堂がゲンさんのタイムラインを浄化したじゃん。そう浄化してくれたの。クソみてえな X。ただ僕思ったんですけど、可愛い擬人化はいっぱいあるんですよ。もちろんいろんな方が描いててね。可愛いいろんなデザイン見た。あるとは思うんですけど、よりあのポケモンたち可愛すぎないっていう話。あの世界に取り残されちまったポケモンたちが愛おしい。みんなさ、こうなんか人がいいというか、これ人がいいっていう言い方は違う。ポケがいいじゃない。ポケがいい。てか違うんですよね。なんかポコポケに完全に触れてない人からすると、若干のネタバレを今話すので、気になる方は飛ばしてください。28分30秒まで飛ばしてください。終わっちゃったわ動画。しかもそんな着かどうかわかんないし、今現時点では。ポコポケって突然人間たちがいなくなっちゃってるんですよ。メタモンが主人公なんですけど、メタモンが目覚めるとモジャンボ博士に出会うんですが、もう世界は荒廃しててね、滅びてるんですよ。ポケモンもいなければ街も壊れ、電気はない。もう今までの形跡がもうぐちゃぐちゃになってるところにモジャンボ博士は一人で暮らしてて、そこにメタモンが現れて、なんかとんでも能力でどんどん街を復興していき、ポケモンが来るみたいな。そういう話なんですよ。でね、ポケモンたちがトレーナー大好きなんだ。いや、そう、なんか人間大好きなんだよね。人間はこうやって使ってたのかなみたいな話とかがね。あと昔のなんかほんのりなんか大切な記憶があるようなみたいな子がいたりとか、モジャンボ博士はもうトレーナーだった博士のことをすごい思ってたりとか。そうね。っていうかなんなら主人公のメタモンもトレーナーのね形を模してああやって動いてるっていう設定なんで、あれは自分のトレーナーさんにしか最初変身できないからそれになってたみたいな感じ。そうなんですよ。でかついろんなポケモンと話すとやっぱ口調がみんな個性的で、いやそうなの、キャラがいいんですよ。で思ったわけです。いやもうポケモンはポケモンでやないかと、トレーナー妄想しようよ。なんでこの性格で、今どれだけトレーナーを思っててとか、いろいろなんか断片的に話を聞く情報から、トレーナーを妄想しないかっていう。いいですね。だってあいつら可愛いやん。いや可愛い。今回はやっていくのは擬人化ではなくトレーナー妄想です。メタモンのトレーナーはどんな人だったのか、みたいなやつをやっていきたいと思います。というわけで1回戦目、今回ちょっと3体のポケモンのトレーナーをちょっと妄想しようかなと思うんですけど、1回戦目はやっぱりメタモン。いやメタモンのトレーナーは避けられないでしょということで、まあね、主人公だからね。そうなんです。じゃあまずはメタモンやっていきましょう。ざっくり30分でやっていきましょう。よーいスタート。いいな、なんかポーズ人形とか使ってる。わしもそのそばこ取って。絶望してないどうしたの？なんか絶望させられてるけどどうしちゃった？もう嫌だ。どうしたんだろうね。メタモンを手持ちにしているって、結構キャラクターに関わってくると思うんだ、ポケモンの世界って。メタモンってなかなか入れないよね。
あ、そうそうそう、こう言っちゃなんだけど、多分絶対戦闘タイプじゃないわけじゃん、やっぱ劇的な出会いを果たしてると思うんだよね。だってカラスバさんポワル持たんやんみたいな。いや持ってるかもしれんよ、もしかしたらかわいい実家で。かわいい思ったんよ。少なからずやっぱりさ、我々がメタモンの中に入ってるということはさ、ある程度の知識があるみたいなってことになるわけじゃん。我々はさ、なんか野菜の種を植えるとさ、野菜がなり、へこんだところに水を入れると水がたまりみたいな、まあ当たり前だけどさ、それをポケモンが全員知ってるとはなんかちょっと思えないから。どうなんだろうね。ポケモンでもなんか知恵者いるじゃん、たまに。たまに知恵者いるけど、でもなんかその知恵者がさ、たまたま主人公になったとはさ、いやそれはもうメタそれメタモンマジで。なんなんじゃねえ。そういうことじゃん。だから私はこう推理します。そういう活動をしているトレーナーちゃんだったのではという推察でございます。はいはいはい。うんうん。可愛いねこの子。今日声でかいな。今日さ一発目パーンってそれでかいんだよマジで。今日なんかね爆発しちゃうんだよね。ね最初なんか発砲音あるよね。発砲する。さや昨日マジで元気すぎて怖かったんだよ。こうマジ怖かった。だって昨日だって自分の絵めっちゃ褒めてたんだよ。この絵めっちゃ可愛くないとか言って異常気象でしょ。異常気象だってよマジで。ということで1回戦目、まあ全然30分ではなく、私ははみで45から50分ぐらいやりましたが、こちらです。せーのとめちゃ可愛い。素晴らしい。素晴らしい。でもやっぱり同じ感じのテイストにはなるが、あでもさや結構アレンジしててよりアクティブかもしれない。あでもさ外出るイメージ一緒なんだね。そう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 。物語の冒頭で僕がすごい存在しない記憶語ってたんですけど、昔そのラルトスがいたけどみたいな、でそのラルトスを模して目の前にこう現れたメタモンがっていう、そこと交流をしていくうちにみたいなあったじゃないですか。それなんですけど、この子この子もともとちょっとお外出れないぐらいの子だったんだけど、徐々に普通に元気になって、お外にフィールドワーク的な散歩的なの行くようになって、でメタモンはモンスターボールに入れないのでモンスターボール持ってない。そうモンスターボールには入れない。だからねちょどっかに乗っかってるねちょそういう子です。で冒頭でさやっぱりさ、お主のトレーナーはそんな格好しておったのかみたいなシーンがあるんで、まあやっぱある程度うちの今やってるポコポケの見た目に近いのかなということで、だいぶそのイメージを強くして重心した目で、すげえかわいい、でめっちゃ自分のいつもの絵柄にしないようにしようと思ったから、でもなんかうまくマッチングしてる気がする。かわいい。すっごい線減らしたらなんかさ、待って書き込んじゃいそう、やめろみたいな自分と上がってる。そうなんか自分でお前ポケモン世界に馴染めみたいな気持ちで返したらすげえ時間かかっちゃった。かわいい、かわいい。めっちゃそんなこと見せてほしい。かわいいめっちゃ。ツインってふわふわちゃんだけこう髪の毛が、そうクセっ気ツインテみたいな感じで、でも片目隠れるよなあの髪型だったら。そうだうちのメタもこれなんですよ見た目が。なんでやっぱそうなるのかなって。デレデレやん。じゃじゃーん。さやさんの方時間余りすぎて図解までした。そうめっちゃね待たせた。さやのこと15分以上待たせた。いやなんかこうツインテなんだよねうちの。そうツインテでやっぱりメタモンだからこうちょっとトロッとしてる部分がなんかそこはデーンって伸ばしてる。しかもモンスターボールで止めてんだ、紐みたいな。かわいい。ヘアゴムで。確かにリュック忘れてた。そうだリュックしてたね。そういやなんかさいっぱい物入れてさ、あれ飲み込んでるらしいけど、メタも飲み込んでるものも多いらしいんだけど、飲み込み吐き出しっていうそんなことできんのみたいな。なんとなく私のイメージではこの子のお父さんがなんかそういう環境のことを研究してるお父さん、フィールドワーカー。そうフィールドワーカー博士みたいなね。そうでいつもそれのお父さんの横にいつもくっついて。そうなんだ。じゃあもうずっと元気にそこら中走り回ってた子ね。そうでこのリュックの中はポケモンと仲良くなるために木の実がいっぱい入ってるみたいな。かわいい。めっちゃいい。博士の子なんだ。じゃあ博士というか博士ほどでもないか。なんかまあ学者さんみたいな。お父さんはもうちょっとこうめちゃめちゃアクティブな感じじゃなさそうで、私がポケモンの世界でめちゃくちゃ好きなこのタイツをどうしても履かしたくてこのなんかレギンスみたいな。そうこれいいよね。確かにいますね。これすげえ好きなんだよね。こういう感じで外に出てポケモンと仲良くしたいっていうきっかけになったのがメタモンみたいなイメージ。私のメタモンピンクすぎちゃった。へーってしてる大好きなんでしょうねトレーナーのこと。ということでちょっとメタモンはこんな感じで会ってくれよ。お前スクラップ&ビルしてる場合じゃないだろどうにかして会ってくれよこのトレーナーにね。出会いたい。ということでじゃあ次の行きたいと思います。ということで第2回戦目は不思議だ。
わー、まあ我々も一番最初の街でほぼ一番最初に出会い、やるやんけこいつってなった。いや、そううちなんだよね、一そう人称が。一人称がうちって。かわいい。かわいいやんそんなん。行きましょう。はい、私これちょっとひねくれたことしちゃおう。嘘待って、多分ひねくれてると思う私も。嘘、2人でひねくれちゃうの？でも違うタイプな気がする。これはゲンさんとは被らない、このひねくれ方は。どう考えてもひねくれたことするんで、すみません。私も横に並んで一緒に嘘だろ、これだからじゃこじらせた絵描きは自画出しやがって悲しいもうなんでいやじゃあ物語まで展開っていうかさ、こんな仲良しだった子たちがさ、いやそうなんだよね。いや仲良しだった子たちがさってみんな知らんけどって知らんけどと思ってるとは思うんですけど、またありもしない記憶語って。でもありもしない記憶の塊だからなオタクって。ああ主語がでかい。すごい私の好きなワンシーンの話なんですけど、パラちゃんが急に車乗せたらパパお歌歌ってって言って、ゲンさんがいいよじゃあ何の歌がいいって言って、でいつもは米津玄師さんね、パプリカがね、パラちゃんは本当に大好きだからパプリカとかって聞いたら、ルーザーって言ってルーザーっつって言ってたわ。あれね、あれ確かに度肝抜かれた。いやルーザー聞かせたっけそんなにみたいな。ゲンさんが運転しながら「もうルーザー」って歌ってんだけど、いつもだったら違かったらね「違う」とかさ「やだやだ」みたいな感じで言うんだけど、歌い始めたから、例えば今パプリカが聞きたいのに、ジェーン・ドゥを歌って歌い始めると結構すぐ怒るんだよね。違うっつって怒るんだけど、その時はね「おいまいルーザー」をそうなんか「デデッ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 」ってイントロぐらいからちゃんと歌い始めてイントロから歌うんだよ。それに対して文句言わなかったから、いやそうマジでルーザー聞きたかったのあれ笑っちゃったんだけど、ルーザー好きなんだみたいな。もうなんか最近なんかパラちゃんさ着実に米津のファンになってるよちゃんと米津玄師のファンだよね。そうこの前は寝るときさママお歌歌ってって言われて、パプリカ歌ってたの、でその後にジェーンドゥ歌ってって言われて、むずいって思いながら、子守歌にはちょっとそう会いに来てってさ抱っこしながらさ喉が死ぬみたいなでその後さありがとう歌ってありがとうって言われて、ありがとうみたいな、ありがとうって言ったら何だったっけ、なんだろうみたいな、パラちゃんごめんママそれ分かんないのって言ったら、違うのありがとうなのって言って、何って言われてすっごい頭フル回転した結果アイリスアウトだったアイリスアウト歌ってもむずいんだよねいやむずすぎる、子守歌じゃないじゃんっていう、そうねんねんの時の歌じゃないじゃんみたいな。そうなんですよ。米津さんにはぜひ作っていただきたい。いやそう子守歌作って、子守歌に適してあるけど、いやそうなんかこうそういう曲もあるんだけど、パラちゃんやっぱりねアニメのタイアップになった曲をそのまま好きになるってことも多いから、アニメのタイアップで子守歌っぽいそうしっもとり、のをね、作っていただけると非常に寝ようねみたいなワードも入れてくれると、いっぱい寝ると元気になるよっていう歌詞そんな教育番組みたいな米津玄師聞きたくないだろう、ね、あとお茶もいっぱい飲もうねみたいな、お水いっぱい飲もうねみたいな、食物繊維たっぷり取ろうねみたいな、そうご飯もいっぱい好き嫌いせずに食べようねみたいな、そういうワードとかもなんかいっぱい入れてくれると本当に、一周回ってちょっとその米津玄師聞きたい感じもある日本を救うよきっと。確かにねということで2回戦目不思議だねのトレーナー、せーのドン。ほら2人ともギャル書かなかった。はい、ギャル書かない逆張り。逆張りはい逆張り。いやマジでさもう分かったでしょ、分かるでしょ、この子の好きな子がギャルなんですよ。いやそうなるよな。いやそう車に構えると車に構えちゃった。俺も車に構えちゃったよ。確かにギャルに育てられてるこの不思議だよも見たいが、見たいが好きな子がギャルなんだ。そう好きな結構透かしてないこの子。ギャルとか好きじゃなさそう。ポケモンのさ戦術の学校とかあったじゃん。ポケモンスクールみたいなやつね。そうありましたね。いやそこでめちゃくちゃ勉強しなさいみたいな感じで言われてる子が別の塾みたいなとこで知り合ったギャルっぽい子と仲良くなってみたいな。もうだからエリートトレーナーだね。エリートトレーナーを目指してるがというようなことからギャルに会ってしまい。そのギャルとめちゃくちゃ仲良くなってる。そのギャルがすごいいい子で好きなっていうのをずっと見てた不思議だねってこと。ってことはご主人の好きな人っぽいムーブを従ってる不思議だね。そうかわいい。ご主人こういう子が好きなんだと思ってそういう感じにインプットされちゃって。そうかわいいね。かわいくないですか。めっちゃかわいいわ。そうやろ。ちょっと正反対にいそうなメンズにしてみました。メンズが描きたかっただけとかではなく急にお腹がこれ中学生ぐらいかな。中学生ぐらいの女の子なんですけど、この子が一緒にいる不思議だね。一緒に漫画を読んでるんですよ。
でこの子クラスにそんなに馴染めないんだけどすごく自分に仲良くしてくれるギャルの子がいるんですよ。でなんかそんな感じはしたかも。そうのせいなのかもともとなのか漫画を読んでるんですこの2人。ポケモンオタクに優しいギャルっていう漫画が連載されてるんですよ。この子ポケモンオタクなんだけど、に優しいギャルがクラスにいて、それもあってこのポケモンオタクに優しいギャルというこの漫画が大好きで、ずっと読んでるんだけど、一緒に読んでる不思議だねもうずっとだからギャルの漫画を一緒に読んでるから、どんどんギャルがインプットされて、ギャルが好きになり自認ギャルになっていく。自認ギャルじゃあ大好きなトレーナーさんが好きな作品、そう好きな漫画を一緒に見てる。かわいい。これ2人で一緒に漫画読んでる。だから一日がうちになったということですね。そううちになったっていう。多分コテコテのギャルが出てくる漫画読んだんでしょうね。その2人で読んでた思い出からこの人格が形成されてた。ポケ格がめっちゃポケ格が確かにかわいい。もしかしたらこれ違うギャルギダネかもしれない。そうね。この子に仲良くしてくれてるギャルを好きなのかもこの子が。じゃあそのギャル世界救って2人も救ってんじゃん。だからこの世には2人のギャルギダネがいる。楽しい。めっちゃいい。動画の途中に失礼します。何にも SS コレクションポップアップのお知らせです。お知らせです。ありがとうございます。ということで今回もですねポップアップが開催されることが決定しました。東京、名古屋、大阪の3都市で開催されるので、ぜひ皆さんお近くのね会場に遊びに来てみてください。実際に手に取ってねいろんなアイテムを見ていただけるチャンスになりますので。いや今回もね、自信作というか可愛さが春らんまん。可愛いしキービジュアルはこちらです。こちらのイラストたちをモチーフに、そこから着想したアパレルだったりグッズだったり、販売しております。入場チケットのお申し込み受付は以下の期間になりますので、こちらの期間内にぜひ皆さんよろしくお願いします。お待ちしてます。そして東京と大阪には今回も夏目さんちのライブペイントをやる日程もありますので、そちらも合わせてご確認ください。今回は何やろうかな。来てくれたお客さんの顔に描こうかな。絶対行きたくねえよそれでは動画の続きをご覧ください。どうぞ。ということで第3回戦目、さすがに薄中よやっぱり。せいさんもなんかさ本当は薄中みたいな微笑みだったはずなんだけどなんか当初こっちさやさん。こっちさやさん。そうこれ今見ながら描いてる薄中。これ薄中ね。薄中なんかほらなんか慈愛に満ちてるよな。いやそうなんか薄中すごいよね。なんかもう本当に儚いというかさ、どう考えてもみんな好きやんっていう薄中。うふふみたいな。可愛いよなお嬢様口調で。マジで可愛いんだよな。なんか光ってるし。可愛い。ということで薄中のトレーナーやっていきたいと思います。いきます。用意スタート。薄中のトレーナーさんね、これちょっとさすがにお嬢様なんですよ。いやそうだと思う。絶対に、これ本編の中で出てきたんですけど、サントアンヌ号が出てくるんですね。そのプチバシティのね豪華客船サントアンヌ号に乗ったことがあるんですよ。てかなんかそのサントアンヌ号の中に海岸のランプがめちゃめちゃあるんで、めっちゃ盗んでくるっていう。ということを我々がしてたんで、そうしたら後にそう薄中に出会って教えてくれたんだよね。そうなんですよ。作り方を。っていうことはね、そういうことなのではという。そうっていうことになっちゃったんですよね。お嬢様と一緒に乗った思い出のサントアンヌ号に思いを馳せてるのかもしれないこの子はって思うとなんかすごい切なくなってきた。いや確かに。でしかも薄中ってやっぱりさ電気を使いすぎてそう弱った上で眠りについてしまったからこの薄くなっちゃって電気の能力を失ってるっぽいんですよね。悲しくない？めっちゃ悲しいよ。そう一体それって何のためなんでしょうっていう。ちょっと与えられたこの餌でさ、いくらでも悲劇をさ生み出せてしまうオタクの悪いところめっちゃ出ちゃうんだけどさ。出ちゃうね。悲劇を生み出せちゃってる。夏目さんちのポコアポケモンのゲームチャンネルでね今2本出てるんですけど、この収録時点で薄中まで行ってねえんじゃねえかっていう動画が薄中のところはね結構いろいろあったんですよ本当に。ちょっと面白いことがいろいろあって、そうぜひね見てもらいたい部分ではありますけれども、さっきさ、うちのパソコンにさ、表示されてたさチップスなんだけどさ、本日撮影をしている今日、日本で初めて街灯が点灯に成功した日なんだって。すげえなんかそんな日に薄中描いてるのってなんかちょっと運命感じちゃうよね。こじつけがすごいけどでもこの色だと完全にゆかり様だな。ゆかり様のカラーリングマジで好きだったんだよな。超可愛いよね。褐色とかじゃないよね。もう超えてるもんね。ゆかりさんが唐沢さんの元カノっていう設定もマジ好きなんだよ設定ねえからそんなそれ幻覚だけど。いや幻覚だった。
さあということで最終戦ウスチュのトレーナー、こちらです。せーのドン。ドン。これなんか要素指定されてた座り方はこれ、窓からの光、ピカチュウは膝、そして貝殻ランプ。同じお題で書いてあるねえ、打ち合わせマジでしてないからね、これ本当にマジで打ち合わせしたいのだけは言わせて。同じ顔してるピカチュウ完全に別世界線なだけな気がするよね、向かい合わせだし、しかもね、確かになんか意味ありそうだもんこうなってくるとなんかねじゃあさやからちょっと説明してって、同じとこだけ俺同じですって言うわ。ああ、オッケー同じとこなんかポコポケの世界って、そもそもその人間がいなくなった理由が、なんかこうちょっと言っちゃうけど、異常気象だったっていうのは、結構最初の方で出てくるよね。でもなんかさ、思うんだけど、そういうのってさ、結構じわじわとそういう環境が変わっていって、で徐々にすごく困ってる人が出てきて、みたいなことが世の中は起きると思うんだけど、このお嬢様は親がすごい金持ちなんだけど、その自分の資産というかを使ってそういう困った人たちを助けて回ってるっていう慈善事業家みたいな、そうそうそう、慈善家みたいな話なの。すごく忙しいのだから、もういろんな世界中飛び回ってて、でそれにいつもくっついてきてるピカチュウなんだけど、ある時たまには休んだ方がいいですよって言われて、サントアンヌ号でピカチュウと一緒にただただ仕事とかそういうのじゃなく、そう2人で休暇をっていうので、ピカチュウにとってすごい思い入れのあるサントアンヌ号の旅行っていう一コマです。おー、いい。じゃあ穏やかなんだ今は。そうそう、だからいつもはね、人助けドタバタして大変だけど、だけどウスチュウもさ、自分には何もできないけど何かできるかもみたいな感じで、私だったらごめんなさい、私ちょっと出番ないみたいなんですよその辺で草むしりとかしてますわみたいな感じになっちゃいそうなんだけど、ウスチュウは違くて、いや何かできることがあればってすごい前向きだったから、人を助けることに対してトレーナーさんからその心をもらってたんじゃないかなっていう妄想です。おー、いい。はい、なので人助けポケモン。いいねいや、ほんとにちょっといい、マジでさ、ちょっと待って、マジでさ、これトレースしたお互いどっかでトレースしたお互いを添える手まで奇跡すぎる。いやっていうかちょっとステレオタイプでやりすぎたのかもしれない。いや、まあ確かにね、ちょっと急いで瞬発力パーンってやったからにしてもなんかもうちょっとあるだろうっていう。いいですか、僕の方入って。いいですよ、お願いします。かわいい。尻尾忘れてたわ。あともう一個だけいいんだけど、ウスチュウがいた花畑、海辺の花はお花じゃないですか、朝顔の形してるから、この子が好きな花だったということにしました。そういうことね。そう、うわ、かわいい。だからいろんなところにこうモチーフとして、この子は金持ちの娘っていうのはもう変わらず同じですよ。お金持ち、だけど大変に病弱です、この子。なんかね、そんな感じだよね。結構ちゃんとこういう器具とかをずっと結構な間つながないといけない子で、それぐらいなんだけど、ただピカチュウはずっと昔から一緒にいてくれる、ピチュウの頃からいてくれたピカチュウで、どうしてもこのお嬢様先がどうも長くないっていうそんなあれがあって、でも一度でいいから船に乗って旅行に行きたいっていう、そしてサントアンヌ号に乗り世界を旅し、世界中のトレーナーをバッタバッタとなぎ倒し、めっちゃ元気になりでそれちゃんとね、港までサントアンヌ号でぐるっと、そんな長くない負担の少ないコースを回り戻ってきたところ、異常気象もう一番もうね、なんかやばそうなタイミングに戻ってきてしまう、電力供給などもろもろがこの港に戻れないままの時にちょっと落ちてしまって、そこでピカチュウがずーっとこの子のためにこれのいろんな機械にずーっと電力供給をし続けてくれたっていう話。この生命線であるこの機械たちに、そうだからこの子自体は地球脱出はしてないんでしょうね、もう。なんか辛いギリギリまでピカチュウと一緒にいて、でピカチュウは最後まで苦しくならないように頑張ってこの機械をどうこうしてあげてっていう、なんか辛いちょっと悲しくなっちゃった。苦しい。いやだってそういう設定なんだもん、だってこの子が。いやそうだね、誰かのために電気をやり続けた結果ウスチュウになっちゃったっていうのは公式設定じゃん、だからそれ誰かのためにっていうのはやっぱなんかトレーナーのための方がいいんじゃないかしら。いや確かに辛い。ポコポケ闇深くない？結構深いって、深くしちゃってるところもあるけど、でも割と深いよね。もともと闇も深めな気がする。宇宙、はい。というわけでポコポケに出てくるポケモンのトレーナーを妄想するお描き対決でしたが、なんかちょっとまだ胸がいっぱいすぎて、なんか辛い。可愛いし、ピカチュウずっと一緒にいてくれて本当におもろいぐらいでしょ。どうしちゃったんだろう本当に何なんだろうね。二重線もそう、二重線まで一緒なんだよなんかこうちょんちょんでつけてんねんっていうみたいで
謎のテレパシーお絵描きみたいになってますけど、なっちゃったね、テレパシーお絵描き対決だったら終われてたね。テレパシーお絵描き対決って何って話だね確かに。いやー楽しかった。でみんなの話も聞きたいな。確かに皆さんもぜひポコポケのやってる人はね、トレーナーの妄想ぜひしてみてください。久々に3回戦の妄想お絵描きした気がするわね。じゃあポケポケやってくるね。やろうか。やってこいよ。やろう。もうやりたくてしょうがない。だってもう頭の中でドッテ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 殴ってる殴ってる。トン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 って。そうウパーに家作ってやんなきゃいけないんだ。私忙しいんだ。まだ